はようございます。たかしです。本日は2月20日火曜日、ただいま10時23分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップそれぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方でご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。現在はかなりの高値圏にありますね。この直近の高値を結んだこの黄色のラインというところで一度引っかかって押しをつけに来た格好です。直近の高値、この黄色丸の高値のところに白い水平線を引いてますが、その辺付近で今下げ止まっている感がありますね。ここから再び直近高値を目指して上昇できるのか、それとも現在日足のストキャスティクスは調整中ですので、日足の GMMA の青帯付近までじりじりと下落していくのかっていうところの今は分かれ道。なのでこの 188.6 付近の水平線がサポートになるのか下抜けるのかっていうところを今見ておきたいです。では4時間足です。4時間足では3損をイメージしていたんですね。ただし現在は GMMA の青帯は上向きですので、当然3損が完成せずに再び上昇していくってことは十分考えられるんですが、一旦はこの右上がりの3損が意識されるんじゃないかという話をしておりました。で、直近では先週の金曜日からじりじりと下落、昨日もほぼほぼ動きはなかったんですが、下落方向には動いておりました。そして昨日下落してきて GMMA の青帯まで現在接触してきているんですね。で、そこからの今反発になってきております。本日この直近の高値 189.5 付近を上抜けるかどうかっていうところに注目ですね。189.5 付近を上抜けると、この最高値の190円ぐらいまで上昇していくと考えられます。そして GMMA の青帯は上向きですので、基本はこの流れに沿っての上昇トレンド。なので下がったところからの押し目買いなんですが、今は一旦3損の右肩が意識されてましたので、一旦は下落をしてきたけれども、これは上昇トレンド中の調整の下落。ストキャスティクスも高値圏にありましたので、その過熱感を解消するために下落してきたと考えられます。昨日からの上昇の影響でストキャスティクスはゴールデンクロスしているんですが、ちょっと場所としては中途半端ですよね。過去にもこの辺でゴールデンクロスしていることはありますので、当然ここから上昇していく可能性もあるんですが、まだ下げきっていないということはもう一段下げてくる可能性もありますので、例えばもう一度昨日の安値を目指して下落していくということも考えられますので、ストキャスティクスもう一段の下落余地がありますので、その辺は注意が必要です。では1時間足です。1時間足には赤い水平線を引いております。現在はこの間での動きかなと考えております。若干上抜けたりもしておりますので、上抜けに関しては騙しの可能性もありますが、だいたいこの赤い水平線の中で推移する可能性。今1時間足の GMMA は横ばいなんですね。4時間足の GMMA はすぐ下を通ってまして上向きですので、今は4時間足の GMMA に接触して上昇するのかどうかっていうところを見ておきたいんですが、1時間足の GMMA はもう横ばいで方向感がありませんので、まずはレンジを想定しておきたいです。そのレンジの幅がこの赤い水平線付近かなと考えております。当然昨日の高値とか金曜日の高値も意識されてはきますが、大体はこの赤い水平線の中で動いておりまして、この水平線を抜けた方についていけばいいのかなと。ただし下抜けた場合はすぐ下にこれ日足の水平線もありますので、そこは騙しにご注意ください。1時間足では今レンジに入って方向感がありませんので、しっかりと意識されるポイントまで引きつけることが大切ですね。例えばこの水平線とか昨日の高値とか昨日の安値とか、そのあたりまで引きつけて、そこからの反発を見ておくのがやりやすいと思います。また基本的には4時間足の GMMA がすぐ下に通っているってことは底堅い動きをしますので、下落方向にトレードするよりもできれば下がったところから買っていく方が安全だとは思います。もちろん4時間足の3損完成からの下落の可能性もありますので、エントリーするときは損切りは必ず置くようにしてみてください。では次はドル円の日足です。こちらも昨日はアメリカ市場が休みだったためにほとんど動いていないんですよね。昨日はローソク足小さくって、これはポンド円も一緒ですがほぼほぼ動きなしというところで、
現在は上昇トレンド、その高値圏にだいぶ差し掛かってきたというところで、一旦今この GMMA の赤帯に沿って上昇していますよね。で、昨日の動きを見ていても、どうもこの赤帯付近でサポートされそうな、そんな印象にも見えてきます。ただ、ストキャスティクスは高値圏から現在過熱感解消中、マクディは方向感がありませんので、今は日足のこのストキャスティクスの過熱感解消にもうちょっと動いていく可能性もあるので、本日も方向感なく上がったり下がったりっていうのを繰り返してくるかもしれませんね。では4時間足です。そんな中で4時間足は今三角持ち合いを作っております。この動きかなり分かりにくいんですよね。この直近のこの上昇に対して 23.6% 付近で今底堅く推移はしているんです。昨日もじりじりとは下落してきましたが、そこから三角持ち合いこの加減が意識されて今上昇中。ただし今三角持ち合いの先端付近に入ってきましたよね。ということはこれかなりの値幅が狭い中での動きになってくると考えられますので、もちろん上抜ければそこについていく、下抜ければそこについていけばいいんですが、この三角持ち合いの先端付近で値幅が狭い中でトレードをすると、打っても勝っても負けやすくなりますので、ですのでこの辺りでのトレードはできれば様子見がいいと思います。まずはこの三角持ち合いを抜けるのを待つですね。基本的に上抜ければついていけばいいと思いますが、下抜けた場合、これ今上昇トレンド中ですので、そこはご注意ください。4時間足の GMMA の青帯上向きですよね。上昇トレンド中っていうことですので、下がったら変わりやすい相場ではありますので、下抜けてもそこについていくというよりは、できれば下げ止まったところからの次の上昇の流れをイメージしておく方がいいと思います。では1時間足です。1時間足、週末にお話ししていたのがこの黄色のボックスだったと思います。このボックスの中で動いていて、そして上抜け、下抜けもしていますので、もしボックスを上抜けた場合は金曜日の高値付近まで、そしてボックスを下抜けた時は金曜日の安値、このオレンジの水平線付近までという話をしていたと思います。今ちょうど昨日の動きがこのボックス下抜けで、この金曜日の安値付近まで下がってきました。で、そこからの今反発になっているんですが、基本は上値は重いんですね。かなりの高値圏にありますので、上値は重くなってきておりますのと、三角持ち合いの先端に入ってきてますので、動きが難しくなるというところで、まずは本日はこの三角持ち合いを抜けるのを待つ。こちらもポンド円と同様、1時間足の GMMA は方向感がありませんので、上がったり下がったりということを繰り返しております。昨日は下落方向からの反転、本日は朝方から上昇しましたが、今ちょっと上値が重くなってきてますよね。ちょうどこの黄色のボックスの上限付近が意識されているのがわかります。ですのでこの小さな黄色のボックス、上抜ければ三角持ち合い上限付近まで、ただし三角持ち合い上限に来れば再び売られやすくなりますので、分かりにくいところでのトレードは極力避けていくのがいいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。